はいさあかなさん、はい。プチ沖縄トラベラーを3年半やってずーっとやんなきゃっていうテーマがあったんですけれども、もういつかやろうと思いながらすっかり時間が経ってしまいました。何？それはですね、もう沖縄が世界に誇る伝統武術琉球空手でございます。今日やっとそれに挑みます。ついに来ました、空手。そうなんです、そして今回はですね、空手古武術首里手発祥の地の石碑の前からスタートでございます。首里手って名前をよく聞くんですけど、実際どういうものなんですかね。僕もそこまで詳しくはないんですけれども、空手ってもともとティーと呼ばれていて、でもう本当に地域ごとに型や教えがもう違ってたりするんですけれども、少しずつで代表的なのは那覇手、首里手、泊手でございます。なるほど。これを全部まとめて琉球空手っていうんですね。そうなんですよ。それがね、もう本当に琉球王朝時代からもう受け継がれる文化遺産っていうことで、今日はこの琉球空手についてたくさん学ぼうと思ってます。楽しみです。それでは早速いきましょう。せーの、レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。さあ、待ちに待った琉球空手の会なんですけれども、まずはちょっと映画の話からスタートしたいと思います。ですね、かなさん、ベストキットって聞いたことあります？あります。これ有名ですよね。そうなんです。容題は空手キットなんですけれども、1984年に公開された空手を題材とした映画なんですけれども、このダニエルという主人公の師匠宮城先生、宮城って名字、やっぱり沖縄らしいですね。はい。沖縄の方っていう設定で、特に第2作の舞台が実は沖縄だったんですよ。で、この大ヒットした映画があって、もう本当に世界中に一般的に空手が知られ始めましたし、この沖縄、また琉球空手の認知度も上がりました。で、これはね、本当に国際的な意味合いではあるんですが、今日、素敵な道場、上間道場にお邪魔します。すぐここなんですが、ここもね、海外といろんなつながりがあるので、行きましょう。楽しみ。お邪魔します。すごい。やってる。失礼します。かっこいいな。すごい。こんにちは。よろしくお願いします。私たちは一般社団法人首里空手古武道保存会少林流修武館の上間と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね、今回いろいろもう琉球空手にまつわる勉強だったり回ろうと思ったんですけれども、早速すごい迫力ある動きでもう感動したんですが、こちらはどういった道場になるんですか？私たちはですね、祖父の代からですね、道場を首里の方に持ってまして、今設立51年目になります。はい、すごい。ということは上間先生は3代目ということで。私は3代目になります。すごいですね。実はですけれども、今那覇観光アンバサダーやってるじゃないですか。はい、この前修理王朝祭りで、パレードっていうんですかね、の時に多分拝見しました。そうですか。もう演舞なさってた。と、もう生徒さんだったりとか、また海外の方もそうですね、多かったと思うんですけど、やっぱり海外の空手家は結構多いです。で、この走りとしてはこの写真がやっぱり彼らにとっては空手の始まるきっかけになります。首里城と空手っていうのは結構密な歴史がありまして。そうですよね。守礼門も空手関係も。もともとは空手っていうのは秘密裏に教えられてたものを空手を残すために人に教える空手になったんですよ。これがこの教育現場、1990年後半ぐらいから学校だったんですよ。校庭
首里城は校庭で、空手を授業の一環として指導していた。この写真を見て海外の人たちは僕らが今空手をやってるのはこれがあったから今があるんだっていう気持ちで首里城に対しての思い入れもすごい強いです。すごいですね。いろんな主流っていうんですかね。で、長手首里手、泊り手とかって、すごい上辺ながら我々は少し知ったんですけども、こちらはどういった？こちらは首里手って言って空手はもともと T からですね。地域でこう伝承されたような技術になります。で首里手、那覇手は久米地方の、中国との交流があったところに、で泊り手は泊地方って形です。あともう一つが上地流っていう流派が、この4大流派が、沖縄の代表的な特徴になります。どういった違いがあるんですか？首里手だとやっぱりこう山なので、見えない相手に対しても敏捷に動くとか、そういうイメージがあります。じゃあ那覇手はどんなんですか？那覇手はもうどちらかというともう海沿いなので、もうすでに相手が見える状態でどう攻防するかっていう動きがあります。なんかすごいな。でも泊り手も海の方で、泊り手は首里手と那覇手がちょっと混ざったような形もあります。中間なんだ。そうですね。どっちからというと首里手に近い動きにもなるかなと思います。すごいな。多分素人の目でもしかしたらそれが違いがわからないんですけれども、なるほどですね。噂によると上間先生フランス語もできてらっしゃる。Vous parlez français? Très bien. On continue l'interview en français alors? Oui. でもかなさんは何もわからない。今どんな会話がされてるのかが。フランス語できますかって、少しできますよ。じゃあインタビューはもう引き続きフランス語にしますかっていう。すごい感動しました。でもこうやって海外から来たね生徒さんにも直接教えられるとか、またご自身が出張されて向こうでその言語で教えられるって、またフランス人としてここでフランス語できたのはちょっと嬉しいっていうか、このいかにフランス人が空手が好きっていう、柔道も大好きなんです。柔道もね強いんですけれども、稽古されてるところとか、またこの流域空手のこの首里手の代表的な動きだったりとか、ぜひお見せいただいてもいいですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内八初段用意。はい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 礼。中段突き用意。はい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 下がってはい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 直れ上段受けはい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 いやもびっくりしましたよね、本当に。先生、c'était super。素晴らしかったです。素晴らしい。感動したし、こうなんて言うんだろうね。本当に踊り、舞、格闘技と思いきやすごく気品がある感じがもうなんて言うんだろうね。
感動しました。本当に力強さの中に美しさがあって、で無駄な動きがもう一切ないっていう。それそうですよね。この相手を想定して動くのが、基本的に相手の攻撃に対して受けてる。で次は攻撃をするっていうイメージになる。今回やったやつは内反地初段という型になりまして、手裏手を代表する型になります。どこに力を入れなさいを耳で聞いてやるんじゃなくて、直接締めて筋肉を入れる。先生結構力強く締め、それは愛情です。強くなれという気持ちでいつもやっています。飴とムチってや本当ですね。あとなんか琉球空手の特徴なのかわからないんですけれども、結構道具も使われるって聞いたことあるんですけれども、そうですね。空手自体は武器を持たずに自分の手足が武器となる。で古武術は身近なものが武器となる。古武術。で棒とかですね、例えば栄光って言って船をこぐ。栄空ですね。ありますね。あとは鎌とか。それは身近にあるものを武器として昔の人たちはこう鍛錬していた。面白いですね。でもちょっと最後に少しだけこう動きを2人少しだけ稽古つけてもらっていいですか。入門させてください。覚悟してください。お願いします。シンプルなものでお願いします。お願いします。はい、いきますよ。1、そうです。間違えた。2、そうです。3、4、5、6、7、8、9、10。ナイスです。なんか熱くなってきました。なんか多分めっちゃ緊張して硬くなってめっちゃリラックスとか逆に呼吸するの忘れますね。多分止めてた。多分呼吸止めてた。次呼吸をするために気合っていうのがあるんです。えいっていう声です。声だけは多分出してそう。いきますよ。構えて1。頭で考えすぎた。ちょっと待ってストップして。いきますよ。1。まだ小さいですね。2。3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー、ビャー。すごい憧れの空手をやってる。ちゃんと息してた。息してました。ちゃんと息してました。いやー、ありがとうございます。本当に今日。さあ、かなさん、琉球空手奥深かったですね。上間道場。どうでした？初めて道場に行ったんですよ。だからもう興奮しちゃって、そして憧れの空手を体験できたので、もう素晴らしい経験になりました。ですよね。もうカメラ回ってない時にずっと息子にやらしたいってずっと言ってたんですよね。いや、僕も実際空手の道場に入ったのは初めてだったし、今回の上間道場ってまず歴史古い、そして手裏手っていうものも見れたのと、何よりね、この国際的な感じ、これはもう海外の方も受け入れて、上間先生自身も海外に行ってこう指導したりするのが、この琉球空手から世界に向かっているということが、もうすごくもう実感できて、そしてちょっとフランス語もできてたのはめちゃくちゃ嬉しかったけど、僕も本当にやりたくなりました。入門したくなりましたよ。そうなんです。でもまだここでは終わらないですよ。琉球空手といえば沖縄に立派なところがあるじゃないですか。そうなんです。こちらに来てるんですけれども、豊見城市の沖縄空手会館後編ではね、この琉球空手の歴史だったり、またね、すっごい体験しますよ。はい。覚悟はいい？うわ、いけるかな、私。いけるかな。そしてとっておきの空手に関係している美味しいものも食べさせていただきますので、ぜひ皆さんお楽しみに。それではシーさん、今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちのアンチの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。ウニゲーサビラうんじくみそうりよ。